アメリカが率いる西側陣営とソ連が率いる東側陣営の対立は世界を2つに分断し、我々は善であいつらは悪だという考えを次第に強めていきました。このような状況の中で自分の陣営の中に批判的な人々が現れると、我々を批判するということはお前はあちら側の人間ということだと考えられるようになり、存在を許されなくなっていきます。こうしてアメリカとソ連では自分とは違う考えを持った人々を攻撃する空気が広がっていったのです。この頃のアメリカとソ連の間には経済と軍事の分野において大きな差がありました。両分野でソ連はアメリカに劣っていたのです。よってソ連としてはアメリカに追いつくためになりふり構ってはいられません。経済建設と軍備増強、この2つに全力を挙げたソ連は重工業を優先して大規模な投資を行って工業生産を飛躍的に伸ばしていきました。その甲斐もあってソ連は戦後の約5年間で鉱工業生産をほぼ倍増させ、世界の工業生産に占めるシェアも大きく伸ばしました。こうして重工業に力を入れたソ連は膨大な通常兵力を維持しながらも核兵器の開発にも成功し、アメリカに対抗できるようになったのです。しかしそのような経済建設と軍備増強には当然大きな負担が伴います。その負担を負わされたのは国民であり、工業に投資を回された分、農業の発展は遅れ、国民の生活は貧しいままとなってしまいました。もちろん国民は不満を持ちましたが、政府は徹底した情報操作と思想統制を実施、政府に対する批判を封じ込めていきます。そして体制を批判する考えを持つ人物は処刑されたり収容所に送られたりするようになっていったのです。このような抑圧体制はさらに強まり、最終的にスターリンは自分の周りにもスパイがいるかもしれないと疑心暗鬼になり、側近や党の幹部でさえ疑って粛清を実施していきました。こうしてソ連はいつ粛清されるかもわからない不安と常に隣り合わせという抑圧された社会になっていったのです。一方アメリカでは共産主義は我々の敵であるという考えがさらに広まっていきました。国外に対しては共産党の閣僚がいる国には支援をしないと主張して、フランス、イタリアなどに共産党の閣僚をクビにするように求めたし、国内に対しては政府への批判を封じ込め、共産主義に反発する運動が過激化していきました。この時、特に注目を集めたのが、当時全くの無名であった上院議員のジョセフ・マッカーシーという人物です。というのも、この頃のアメリカはトルーマン大統領の民主党政権が推進してきた中華民国を支援してアジアの警察の役割をさせるという計画が中華人民共和国の成立によって破綻している頃であり、野党の共和党という立場からマッカーシーは民主党のトルーマン政権はダメだ、外交戦略の失敗により中国を失ってしまったと批判し始めたのです。しかし問題はその批判のやり方でした。マッカーシーは世界的に共産主義陣営の進出を許している。これはアメリカ国内に裏切り者がいるからだ。その裏切り者というのはアメリカの国務省にいる。自分は国務省内の共産主義者の名簿を持っている。という暴露演説を行うことで民主党政権を批判したのです。もちろん民主党議員はこの告発を認めませんでしたし、マッカーシーと同じ共和党議員の中でも同調する者はあまりいませんでした。しかしこの暴露演説は中華民国を支持していた政治勢力からすると都合のいいものでした。彼らがマッカーシーを応援し情報提供を始めたことで風向きが大きく変わっていきます。こうしてマッカーシーの演説は支持を得るようになり、国務省内の中国政策担当者やアジア通の外交官、中国を専門とする大学教授が共産主義者の烙印を押され、アジア情勢を正確に伝えた結果クビにされるという事態が続出していきます。しかも後任者は共産主義者の烙印を押されることを恐れて何も言えなくなってしまい、アメリカのアジア政策は極めて硬直したものとなってしまったのです。こうしてマッカーシーの暴露演説は大きな波紋を呼び、ついに調査委員会が設置されるまでに至りました。このようにアメリカとソ連の両方で自分とは違う考えを持った人々を攻撃する空気が広がっていく中、冷戦の最前線ともいえるヨーロッパではフランスとドイツの対立が問題となっていました。
少し振り返りになりますが、西ドイツはヨーロッパを代表する工業地帯、ルール工業地帯を持っており、その工業力を背景にドイツは歴史上何度もフランスに攻め込んでいます。よってそのような経験を持つフランスは、ドイツの産業を低い状態に留めておきたいと考えていました。しかしアメリカはドイツの復興なしにヨーロッパの復興はないと考えており、マーシャルプランを提案。反対するフランスを説得してドイツを含む全ヨーロッパの復興を目指すようになっていきます。ところがこれを嫌ったのがソ連でした。ソ連はヨーロッパでアメリカの影響力が強まるのを恐れて、東ヨーロッパ諸国に対してマーシャルプランへの参加は認めないと発言。こうしてマーシャルプランは西ヨーロッパ諸国のみで受け入れられるようになったのです。このような経緯があったため、フランスはしぶしぶドイツの復興を認めたという状態であり、やはりドイツに対する警戒心は強く残っていました。フランスとドイツの対立は完全に解消したわけではなかったのです。このような対立を根本から解決する全く新しい手法を提案したのが、フランスの外務大臣を務めていたシューマンでした。その提案というのは、ドイツとフランスの石炭と鉄鋼を両国で共同管理しようという提案で、まさに歴史的和解の提案だったのです。この提案を受けた西ドイツはそれに賛同。それどころか周辺国であるベルギー、オランダ、ルクセンブルクのベネルクス三国やイタリアからも賛同を得ることになります。こうしてヨーロッパは石炭・鉄鋼産業の共同体を作ろうという考えのもと、欧州石炭鉄鋼共同体という国際機関の設立に向けて動いていくことになります。これは英語表記の頭文字を取って ECSC と略されることになりました。このようにしてヨーロッパは共同で国家の枠組みを超えた機構を作り、それぞれの国家が持つ主権の一部をその機関に譲ることで国境を越えた市場の形成を目指すという統合の道を歩むことになったのです。ヨーロッパで統合の動きが進む一方で、アジアでは分断の動きが強まっていました。朝鮮戦争の勃発です。この戦争はすでに始まっていたアメリカとソ連の軍備拡張競争をさらに激しくさせただけでなく、全世界に影響を与え、冷戦を各地に拡大する作用をもたらしています。ということでこれ以降はヨーロッパ、ソ連、アメリカ、アジアと地域ごとに朝鮮戦争が与えた影響を見ていきましょう。まずはヨーロッパへの影響です。朝鮮戦争の勃発はヨーロッパにとって危機的な状況でした。というのもヨーロッパには朝鮮半島と同様に東西で分断されているドイツがあります。よってアジアで共産主義陣営が侵略的な姿勢をとった。ヨーロッパでも同じことが起こるかもしれないという懸念が高まったのです。すでに NATO は設立されていましたが、まだ設立されてから月日が経っておらず、防御力には不安が残る状態でした。よって西側陣営は、もしも戦争が始まれば陸上戦力で圧倒的優位に立つソ連が瞬く間にヨーロッパを席巻するだろうと考えており、ソ連に対抗するために防衛を強化すべきだという議論が高まったのです。ここで注目が集まるのが冷戦の最前線となっていたドイツであり、西側陣営は西ドイツの再軍備を議論するようになっていきます。まだ第二次世界大戦の記憶が新しい中、かつてのドイツ軍を復活させることは多くの人々にとって受け入れがたいものでした。しかし朝鮮戦争の勃発がそうも言ってられない状況を作ったのです。こうしてアメリカは西ドイツ軍を創設しよう、そして NATO に編入しようと提案し、ここに西ドイツの再軍備問題が起こりました。次にソ連への影響です。朝鮮戦争によって西側陣営の危機感が高まり、西ドイツの再軍備問題が浮上すると、当然東側陣営も対応を迫られていきます。スターリンは西側陣営が戦争の準備を始めた、2、3年で攻めてくるだろうと考えて、東ヨーロッパ諸国に軍備増強を求めていきます。このような要求を受けた東ヨーロッパ諸国は、短期間での急速な軍拡は経済的に難しいと考えていましたが、ソ連の意向に逆らうことはできません。無理やり軍備増強を実施することになり、大きな経済的負担を強いられ、国民の生活は厳しくなっていきました。それではアメリカへの影響です。反共産主義のムードが高まっているアメリカでは、マッカーシーによる暴露演説を受けて調査委員会が設置されていました。その調査の結果、
マッカーシーの告発には証拠がないと判定されたのですが、朝鮮戦争の勃発によりさらに激しくなった反共産主義運動は、調査委員会の判定もお構いなしに、政府内に共産主義者がいるという主張を強めていきます。このような反共産主義のムードの高まりを多くの野党議員が利用して与党に対する攻撃を継続。そして実際に中間選挙では野党の共和党が議席を伸ばし、与党の民主党は下院で28議席を、上院でも5議席を失うという結果に終わります。民主党は両院の過半数を維持することには成功しましたが、アメリカで広まった反共産主義の空気は政権にダメージを与えるほどのものとなっていたのです。最後にアジアへの影響です。朝鮮戦争の勃発によりアメリカは第7艦隊を台湾海峡に派遣。これにより共産党の中国とそれを支持するソ連、国民党の台湾とそれを支持するアメリカという分断が固定化し、アジアにおいてアメリカと中国の対立が本格的に始まりました。そしてアメリカはソ連と対峙するために必要な米軍基地を日本本土と沖縄に確保することを目指していきます。しかしフィリピンやオーストラリア、ニュージーランドといった国々は第二次世界大戦の経験から日本の独立と再軍備に反対の姿勢をとっていました。よってアメリカは日本と講和するためにはこれらの国々の不安を解消しなければなりません。こうしてフィリピンとの間で相互防衛条約を、オーストラリア、ニュージーランドとの間で太平洋安全保障条約、通称アンザスを結びました。こうして周辺諸国の懸念に対応した上で、アメリカは日本との間にサンフランシスコ平和条約を結んだのです。